皆さんご存知ですね。私はね、皆さんの夢を解釈して差し上げて40年になりますね。で、当然自分の夢も解釈して、これも何度も申し上げてますけど、私の夢の講習会っていうのはもう素晴らしいいい反響があるんですね。要するに、夢も生命現象なんでね、とても大事なことです。私たちの潜在意識、魂ですね、私たちの潜在意識が選択したことを体験にしてくれる、それを一緒になって体験するっていうの、そこが面白いね。私たちと一緒になって体験してくれるんですね、魂も。そしてそれを全部記録してくれるという仕事をしてますね。でこれをですね、夢を解釈するときに意外と世の中の夢の解釈する先生方には意外とこうなんていうんですかね、そういう考え方はなさる先生少ないと思うんですけど、私はすごく大事にするんです。例えば何度も申し上げてますよ。うちのお母さんが病気で寝てる夢を見ましたって言うんですね。ものすごく心配だからすぐ電話かけてくる。福田先生、うちのお母さん病気になって寝てる夢を見ましたって言うんですね。私に言わせると簡単。まず聞くんですけどね、お母さんお元気ですかって聞いたら、元気でね、今日も福田先生のとこ行くの楽しんできてねって言われましたよ。そしたらもうお母さんじゃなくて自分の夢を見てる、自分の中の母性が病んでますねということです。これはお話ししたことがあるので続けていきますね。お母さんとしてやらなきゃいけないことをうまくやってない。で、今度はお父さんの夢見ますね。お父さんがね、机の向こうでね、私のことを怒ってるという夢を見たらね、自分の中の男性性がね、あなたの今の生き方だと男性性をうまく働かせてませんよという意味ですね。で怒ってる、なんで怒ってるかというとね、強調してるから。すごい目つきでお父さんが睨んでて口角を泡を飛ばしてると皆さん覚えてくれるでしょ。それで今現在起きてることの中で男性性っていうんですかね、不正と言ってもいいんだけど、特に男性性がねちょっとこううまく働いてませんねっていう。で先ほど女性性と言いましたけど、これ母性性と置き換えた方がいいかな。男性性と母性性がある。説明する時は女性性と男性性と言うんだけどね、同じこと言ってると思ってくださいね。ですから私たちは意識の中で過去の記憶の中に男性としての生きてた記憶がある、また女性として生きてた記憶がある。ですから福田貴則の中に記憶の中に男性性と女性性がある。それをうまく表現するために肉体を持って、私は今男性を選んでるのでね、男性だけど男性として生きてるけれども、その男性として肉体的にも精神的にも男性として男性性を発揮しようと思ってるからですね。で同時に女性性もサポートに使ってるわけですね。サポートと言いましたけど協力してやってるから、サポートというか日によって時によってまた目的によって男性と女性性はいつもこう簡単に変えることができるんですね。体験するということですね。男性性を変えて体験することができる。で夢を解釈するときにね、例えばこれはご説明しましたね。その男性性と女性性っていうのを意識しながら解釈するとすごく楽なんですね。男性性はね、これケイシーのリーディングですよ。初めてね、どんどん始まりをさっと作るのが男性性の特徴ですね。こうするぞ。でそれをこう突き進んでいくのが男性性ですね。女性性は一般的に皆さんピンとくると思うんだけど、受け止めて自分の中で育てて、それを皆さんのお役に立ててる。
ということです。繰り返しますよ。男性性はこれやりたい、こう決めたらこうやるぞ、早いんです。どん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 。そしてこのためにこうするぞ、ああするぞ、こうするぞと決めて、それで人々のお役に立っている。女性性は受け止めるっていうのはこういうことがあるっていうのを見てて、ここのところもっとこうしたらいいんじゃないのというのが受け身になってますよね。女性性ですね。それをこう受け止めて、自分の中でこうしてみようかって言って育てて、それを皆さんにやって差し上げるっていうのが女性性なんですね。そして男性の中にも女性性と男性性がある。で女性の中にも男性性と女性性がある。でそれを自由に使いこなす。どちらかに偏ると、先ほどの夢ですけどね、お父さんから怒られてる、あるいはお母さんが具合悪いという夢を見るだけですね。これ覚えておくと人生ですごく役に立ちます。女性といえども、例えば男性的なことをやらなきゃいけない時には男性性を発揮すればいい。男性性を使って男性性に入って、男性性、要するに積極的に新しいことをどんどん始めて、どんどんやって、その成果を皆さんに見てもらう。その成果でもってお役に立つ。これが男性性ですね。だから女性でもそういう選択すればいいわけですね。あるいは自分がそういう立場を選択したら男性性を発揮すればいいということになりますね。逆の場合、男性性もそうですね。例えば男性性でも、私兄弟8人いるトップですよね。男性だけど女の子5人いる。要するにお母さんと同じことをやりましたね。おっぱいは出ないんですけどね、おしめの取り替えからね、おぎゃーと泣いたらどういう赤ちゃんが何を要求してるかね、とにかくね、5人も女の子いて、全部8人ですからね、7人、自分を残すと7人の子供を私面倒見た。要するに母性性を発揮した。言葉がまた女性性を発揮した、こういうことですね。女性性と母性性と、それから男性性と不正性と同じですからね。はい、ありがとうございます。